こんにちは、こんばんは。自分は、X や、TikTok、17などのその動画で、活動させて、いただいている V ライバーの、菅原みやびと言います。今日は、ご視聴ありがとうございます。そしてどうぞこれからの間よろしくお願いします。ということでちょっと話の内容に移らさせていただきます。で、今日の動画についてなんですけど、今日はストリートファイター6の第2回、CPT の大会、9月1日にありました、割と新しい大会があったんですけど、大きな大会ですね。その内容について語らさせていただきます。参加した時にですね、まず結構この突破がですね、意外と難問と言われている俗に言う0回戦というものがありまして、これは無事に自分は突破できました。この時にですね、結構辞退する方がいらっしゃって、というのは確か30日頃だったと思うんですけど、台風が消滅しましたよね。台風10号33かな。途中で消滅はしたんですけど、この台風の関係で飛行機、もしくはその他の交通機関、電車とかですねが麻痺してたりした関係もあって、結構いろいろ多忙な方とかは仕事がずれ込んだりとか、いろんなスケジュールがずれ込んだりして、棄権されている方が結構いらっしゃったですね。で、その関係で、その余波でですね、0回戦は自分はそもそも休みだったから、ネット回線も別に異常はなかったんで、そのまま通過したんですけど、結果ですね、トーナメント、予定していたトーナメントに変更がありました。変更があって、結果的に自分は第8プールに打ち込まれて、無事にシード2回戦目からという扱いになりました。で、この時にですね、なんでシードになってるんかなって自分は、考えました。で、大会の規約と見てるとですね、結局、シードとかになってる理由は、今までの実績を鑑みたりして、そういったデータを吸い上げるみたいなんですけど、そういう風になってる。で、自分、その時に、なかったかなと思ったら、よく考えたら、2024年の、5月に開催されたエボジャパン、あれに参加してるんですよね。で、自分は、何倍だかな、5900人中ぐらいの1500何番かだったと思います。で、そこそこの順位、結局、試合の蓋はこれエボジャパンの話になるんですけど、1回戦目は不戦勝、俗に言う0回戦、ここでも影響があったんですけど、1回戦目は相手がいない。で、無事に2回戦目に行って、ウィナーズの2回戦目は負けました。で、ルーザーズの2回戦目に、行きました。で、ルーザーズの2回戦目は、無事に突破できました。2-1やったかな ?3-1 やったかな忘れたんですけど、勝ちました。で、次は、負けました。その時も使ってたの JP やったですね。で、そんなこんなで、さっき言った通り、さっきお話しさせていただいた通り、5900何番中の、
1500何番かですね。で、なんかめっちゃ人数多いよねって思いましたよね、今、気象さんの皆さんは。そう、最初はもっと多くて6000何人かいたんですよ。でも、結構いろいろコントローラーを持ってきてないとか、いろんな、そもそもが、エボジャパン、ものすごいでかい大会なんで、海外からも来られるんですよね。リアルオフ大会なんで、そういったことも含めて、いろんな理由で、0回戦突破できない人がいて、そんなこんなんですね。本当は6000何人かいたはずですね。そんなこんなでそういう風になりました。だから0回戦って結構、バカにできないんですよ。海外の大会だと、有名な話だと、パスポート取ってなかったとかですね、切れてたとか結構あったりするんで、そういうのがポストで流れてきて、地獄だなと思いながら、自分は海外は行ってないからですね、プロではないんで、そういうことです。ただの、V ライバーなんですね。で、ちょっと雑談挟んじゃって申し訳ないんですけど、それで、エボの話から、エボの話はこれで終わらせていただいて、また第2回 CPT の話に戻りますけど、そんなこんなで0回戦を突破して、ウィナーズのシドなんで2回戦目からということになります。はい。ということで、その2回戦目は自分は、JP で最初開幕行かせていただくことにしました。っていうのは相手も何のキャラ使うか分かってないんですよね。情報も入ってないし。で、なんでその分かってないやつで JP にしたのと思われるかもしれないんですけど、理由がちゃんとあって、その時一番連度が高くて最近やってたのが JP だったんですよね。過去の MR も1600何歩かで一番高いんで、やり慣れてて連度も高くて、割と最近使ってたっていう理由で JP をチョイスしました。大会のルールを見たときに、その時にですね、キャラ1回変えれるんですよね。負けた時に変えれるんですよ。で、そういうのも含めて JP でいこうということで行きました。それが、この試合内容に、なります。ということで、内容を、どうぞ。戦術よし、戦略よし、全部よし、さあ始まれ。さあなんと今日はエドの誕生日です。実験により体だけ急成長させられたため、見た目とは裏腹に精神がまだ幼いようです。今と人間はちょっと苦手だとか。試合は序盤、どう崩していくか。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。集団を読んでいたか。さあ壁まで追い込んだ。ダウンを取って大きく回り抜いて、ではこの試合をちょっと見ながら解説をさせていただきます。振り返り解説をさせていただきます。この時にですね、自分この相手の MR を見て、相手の MR、左上の方をご覧になると分かると思うんですけど、1726となってます。で、今の状態と、MR の通りこうやって普通にインパクトも返していきますし、組み立て方もお上手ですね。でちゃんとゲージも使い切って倒していくという、やっぱ1700以上なんでやっぱ本物だなって自分は感じました。まずは距離を取るバックステップ。ラウンドとともにこう積み重なる。次はどうする。フェイントはプレイヤー2。先手を取ったユイを一貫ドライブラッシュで前で気を取り直して2戦目に行きます。で相手はちゃんと俗に言うサイコフリッカー、紐、これ以降は紐って言わせていただきます。紐をうまく使って、紐からのバックステップとかうまく使いながら
インパクトとか、まあ、結局紐ってインパクトに弱いんですけど、さっきのバックステップとかでかわすことができるんですよ。回避して逆に大ダメージ与えてくるっていうことがあるんで、的を縛らないために、ああいう行動を取るんですよね。紐キャンセルバックステップ、もしくは遠見せかけて紐、そのままためたら結局強くなるんですよね、引き寄せとかが。でそんなこんなで、あっという間にターンを取られてボコられました。はい、で結果、まあ負けましたね。こう言って、まあ1回、1回目は負けました。1セット目は取られました。2本ともストレートで取られて、あっさり負けたんですよね。で、この時に、自分、そらこのままじゃ勝てないよねって。で、もう MR は気にしないことにして、この時にちょっと、ふと、先ほどお話しさせていただいた、エボのことを思い出しました。っていうのは、エボで1回勝った相手がいて、それがこのエドだったんですよね。よく考えたら、そういえばあの時もエドで似たような状況だったんですよね。1回目は緊張してたからか取られたんですよ。でこの時になんかそう言われてみれば、そういえばエボの大会の時も同じぐらいの強さだった気がするなと思って、で自分はあれから、MR は上がってないんですけど、連動的には上がってて、結構1700番台の人倒してるんですよね。チュンリーとかも倒してたし、ルークも倒してたし、結構倒してて、そんなに動きは悪くない、緊張してたから、冷静になれば勝てなくはないんじゃないかなっていう謎の自信が湧いてきて、ちょっと落ち着いて次の試合に挑むことにしました。それが次の試合になります。それでは次の試合をご覧ください。機は熟した。いよいよ始まる。よ始めようぜ。実に光栄です。さあ試合開始。実況解説は R でお送りします。ここは投げの選択肢。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。でこの第2試合落ち着いてるんで動きが変わる。自分の動きが明らかに違います。いつも通りの動きでいい。開き直りました。いい意味で開き直りました。でこのインパクトは想定済みです。別にね使ってもいいよ。インパクトしたらねバーンとするんで勝手にやったらいいっていう考えで、しかもこの時ラッキーだったのが相手がめっちゃ焦ってるんですよね。なんか逆投げして焦ってて、でなんか飛んできそうやなと思ったんでインパクトを用意してたら案の定来たんで、場所を入れ替えるために技を使おうとしたんでしょうけど、自分はそれ想定済みだったんであっさり返しました。で1本取ったんでこれはいけるかもしれんなと思ってかなり落ち着きました。安心しました。でただ油断はいけないんで容赦なくダッシュからのいつもの連携で、もうここからはもう重ねて相手焦ってるの分かってるんでもう容赦なく倒します。潰します。一回寄らせないです。でラブシカ溜まってるんでラブシカ連携でめくってとりあえずインパクトからのいつもの連携で、この時ちょっとコンボミスります。でもドライブラッシュで、別にこれ食らってもいいかなと思いました。 SS に使っても SA に使っても死にはしないし、むしろ美味しいと思ったんで確信のインパクトです。どっちでもいいから、で読み通り勝てました。はい、で相手がキャラ変えてくるかなっていうのを考えながら、とりあえず1勝1敗で次の戦いに自分は挑みます。というわけで次のリプレイに行きます。
さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。で、ラストの試合、トーナメントの最初の方は、2先なんですよ。3先じゃなくて2先です。で、2先って結構怖くて、運も絡むんですよ。このゲームって一発がでかいんで、インパクトからの最大とか壁からの最大とかあると普通に1セット取られるんですよ、勢いとかも含めて。だから実力ある選手とかも1回戦で落ちてたりする魔のトーナメントなんですよね、このトーナメント。実際ポストとかでその内容が流れてて本当怖えなと思いました。でもう開き直ってるっていうか、もういつも通りやればいいと思ってるんで、自分はめっちゃ冷静です。で1セット取りました。で次2試合目でも2試合目油断することなくパリ見せて、俺は油断してないぞっていうのを相手に見せます。で冷静に相手の行動を見ながら崩していきます。でこの人はパリとか防御多いんですよ。なので今の駒投げがよく決まります。でもう頭冷えてるんで冷静に処すります。で設置して終わりです。もう相手ガードをするしかないんで死です。削って死亡、食らっても死亡、終わり、次です。ということでエボの大会を思い出しながら同じ勝ち方したよねと思って、無事にウィンナーズ2回戦目はこんな感じで、勝てました。嬉しかったですね。もうやっぱ大会に向けて練習はしてて、やっぱ結果が出た。でしかも格上の MR の人に勝てたということも含めて、自信もつきましたし、喜びも得られたっていう結果が出ましたね。はい。ということで次はウィーナーズ3回戦目の説明をさせていただきます。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。はい、ということで次の対戦について語らせていただきます。この時、右上を見ていただくと分かるんですけど、マリーザ、対戦相手はマリーザ、1908番台のマリーザですね。多分実力的にこの人もうレジェンドあるんじゃねえかなっていう強さをあっという間に削られます。やっぱ攻めるのがマリーザなんでうまいですね。で反応早いんですよ。あれとこれは読み勝ってるんで当たるんですけど、でいけるかなということで、技の使い方がうまい、つなぎもうまい。で自分も頑張ってで最後にこの投げを食らっちゃいます。やっぱ強いですね。これが1900番台の強さなんかなと感じました。で次、2セット目でこの時に逆投げしてラブシカで、削りに行く。この時に自分これ今後の課題なんで語らせていただくんですけど、今の失敗してるんですよ。もっとダメージ取れるやり方があるんです。後でそれは言ってみます。でも頭は結構冷静になってるんで、そんなことを考えながらやります。で結果的には勝てたんですけど、考えみると今ので、もっと簡単に勝てたんで、そこを反省しました。でじりじりと相手も上手なんで歩きながらもう自分の間合い考えながらやっぱ上手い人なんでちょい歩きガードで、あとはラッシュで角を立てながらガリガリ突っ込んでいってます。でマリーザなんで火力があるんで、もうこれでリーサルですね。リーサルの SA3 のいつものやつ。まだ生きてるかな。生きてる。で自分はこの時にプレッシャーに負けてパナしましたけど、冷静にやってたらもしかしたら逆投げしてひっくり返れたかもしれないですね。ゲージは3つあるので、そこら辺が反省点ですね。もうちょっと焦らずに見よう。
という反省点です。ここら辺はもう対戦慣れして鍛え上げていくしかないかなと思ってますんで、そういうことを考えながら次の対戦に移りたいと思います。これが、2回目ですね。祭りが始まる。一発やるか。さあファーストラウンド。でこの時に自分はもう相手が間違いなく強者だと分かってた、感じたんで、いろいろしようとしますけど、相手もやっぱ強者なんで、こっちの技潰してきました。でこの時にこういった連度が足りないんで、落としたりして、ここも取りこぼしてる。で自分がもう焦って、この D 場でなんとかあっち行ってほしいなっていうのを、相手は冷静に処してます。で、最大を取られて、からの安全飛びからの、ガードゲージを削りながら冷静に処していくのが1900番台の強さです。まさに、獅子のごとし、後ろのライオンみたいですね。はい、で自分はじゃあもうね、やり方変えようということで、逆にドライブラッシュを仕掛けると相手もJP でドライブラッシュはねえだろうっていう選択肢をかまします。で次2回目からの、なんとか勝ちたいなということでいろいろかまそうとするんですけど、また壁にいるわけです。でこれはもうしょうがないんでやります。でめくって安全を確保します。からのラブシカ攻撃と防御、あっという間にめくられます。まずいということで、これまずいなと思いました。かなりまずい。で、回復して、で、今のはかわせんだろうと思ったけど、この人はかわすんですよね。反応が早い。反応が早いのと連度が高いんですよ。で、それを気づけなかった自分が悪かったです。で、逆投げして、処そうとします。で、ゲージが3つあって、引きがでかい飛び出て、これで殺せるかなと思ったんですけど、確認が足りなかったです。勝てた試合を落としました。はい、でも結構体力的には惜しかったんで、個人的には、やっぱ連度上げていけば勝てない相手じゃなかったと思いました。で、この時にですね、1戦目負けた時に、マリーザだったら自分次のカードを切るときに、次のカードっていうかキャラを切るときに合気っていう選択肢があったんですけど、割と最近合気使ってないし、相性は間違いなく JP より良さそうなんですよね。飛びは全部昇竜で潰せるんで、理由はですね、波動で、横からの移動も波動で、やっぱマリーザ的にはやっぱ合気きついよねって話で、最近マリーザは消えてます。そういう理由もあってマリーザ消えてるんですよ。実際マリーザ使いの人が合気使ってたりするのをプロでもよく見てるんで、そういうことなんで、そういうことも含めて合気使おうかなって迷ったんですけど、最近使ってないし、連度はやっぱり JP の方が上だし、これ今のところ合気本戦で使ってないんですよね、1回も。だからその時に使ってそのパターン変えてやるのもありかなとは思ったんですけど、その代わりこっちはまだ今日使ってない合気を使わないといけないっていうデメリットも発生するわけで、相手はもう十分温まってるんですよ。で、その中で、JP 今さっき1試合目も特に悪くはなかったんで、これで動き悪かったらもうこれ圧敗してるけん絶対勝てんわこのキャラじゃと思ったんやったら迷わず合気を選んだんですけど、結構良かったんで、いやこれもうせっかくだから、負けてもいいけん JP 使おうってもう信じようと思ってやって、結果的には開いたら負けたけど内容的には悪くはなかったから、JP、今後の課題っていうことで考えていこうかなっていう腹くくりました。基本 JP1 本でいこう。で、やっぱ本戦2先なんで、特にそういうのみんな意識してるみたいで、プロもやっぱりキャラ変えてないんですよね、基本的に。なんで、
自分もそのまま行こうと思って、自分は JP、とりあえず JP っていうことで、負けましたけど、いい勉強になったなと思って、次はルーザーズ3回目に 3戦目か、に落とされて、次はルーザーズの3戦目に、自分は、移ります。ということ戦いを制するのはどちらか注目していきましょで3戦目のルーザーズ3戦目の相手は、リリーです。で MR は右上の通り1836、もう格上しか残ってないです。でもリリーって対戦相手的に悪くないんですよ。 JP だとたまたまだったんですけど、で理由の一つにさっきの風ため、開幕での風ためをためにくい。でもこの人はやっぱ1800ランでバラレしている、うまい、間違いなく実力の通りなんで強かった。あっという間に取られます。で俺びっくりしました。リリーってこんな強かったっけ。でちょっと気を取り直して、じゃあ突っ込んだろうかと思ったら、今のラッシュあっさり止められました。しかもしゃがみ大キックで、俺は面食らってマジかと思って、でしかもコンボが上手なんですよ。ちゃんとバーンとしていきます。バーンアウトで SA1 を選んでバーンアウトをして、あっという間にシュンコロです。でびっくりしましたね。強い。火力はやっぱリリーあるんで、でちょっとこの時に考えました。キャラどうしようと考えてたんですけど、さっきのマリーザ戦でも同様、JP 一本で行こうと考えてたし、そもそもがリリーだと JP の方がやっぱ一番適性が高いんですよ。で何回も言うんですけど、本戦には豪輝ベガ1回も使ってないんで、それを考えると、勉強も含めてやっぱそのままでいこうっていう腹をサクッと決めて次の戦いに挑みます。後悔は全くしてません、自分はね。というわけで次に行きます。こんなで、2回目に行きます。2戦目ですね。でこの時に冷静にビーファート設置からのいつものお得意なやつで、今度は前下げたんですけど、これを潰されます。このゲーム強えなと思ったけど、ジャスパーも取るし、やっぱテクニックもすごいですね。この時にやべえなと思って、とりあえず様子を見て、インパクトからの安定コンボで、この時にコンボ失敗します。でしかも全部差し合いで負けます。でこれも潰される。で風ためからの風ためで、この時に失敗ですね。これやっちゃいけないですね。でバーンとして、やべえなと思って、とりあえず追い払います。で安全回避からのどうしようかなと思ってたら削りに来ます。やっぱここはうまいですね。焦らない、格上の相手強いなと思いました。純粋に強いなと思いました。で負けたくないんで知恵を絞ります。でもそれも全部処されますね。次から次へと処されます。でディレイもかけて潰してきます。うまいなと思います。でお得意の投げは潰されます。対策立ててるし、反応がやっぱ早いですね。これが1800。でも次は投げれて、で相手がワープを警戒してるんで、多分そうだろうなと思って右ハト爆破させて裏に回って全力で逃げるけど、相手も全力でここでトムとジェリー状態になって、やられます。あっちの方がネズミみたいなんですけど、こっちが圧倒的パワーとテクニックで処されて、自分の、ルーザーズ3戦目は終わり、結果的に自分の第2回 CPT はこれで幕引きとなりました。はい、ということで以上になります。ということで、あとは説明っていうか、その反省会みたいな感じになるんですけど、
ですね、結局自分は、まあこれで終わったんで、じゃあ次、まあ、その時にいろいろ、その時にっていうか終わった後に、ちょっとレッドブルー飲みながら買ってたレッドブル、その飲む暇がなかったんですよね。なんか自分、なんで飲む暇なかったっていうと、全部一覧、結局 1P 側に設定されてて、ルール上 1P 側がいろいろ準備しないといけないお世話係になっててですね。で、まあ、1回戦目は、エドの人にやってもらったんですよ。わかんないから。時間もないし、すいません、お願いしますって丸投げして、情けないことに丸投げして、で、次からのマリーザ戦からは自分が全部、やり方を覚えて、まあ、そのままだとちょっと情けないし、鬼もつくにはなりたくないし、迷惑もかけたくないよねっていうことで、まあ、頑張ろうということで、まあ、そういうことしてたら、あっという間に、休む暇がないんですよね。全部自分がチェックしないといけないんで、部屋作ったり、コード番号貼ったりとか、それが合ってるかとか、まあ、確認したりとか、めっちゃ疲れましたね。そのリソースで疲れたっていうのもあったんですけど、まあ、いい勉強になりましたし、個人的には楽しかったですよね。そういう、ところも含めて、まあ、0回戦のアクシデントも含めて、楽しかったです。で仮にですね、あとこの後付けサクサクになるんですけど、さっきの、ウィナーズ3戦目でもし仮に、まあ、勝てることもあったんで、勝ってたら、じゃあ次誰と戦うのって話なんですけど、実はですね、ここで、めちゃくちゃなアクシデントがあって、もし勝ったら次の相手は、プロゲーマーのガチ君になってました。日本どころか世界でも有数の、ラシードの使い手、ガチ君ですね。世界大会で3位とか取ってるスーパープレイヤーです。で、それを見て、俺苦笑してましたもんね。マジかよと思って。まあ、なので、勝ってても、でも2作の魔力、まあ、ガチ君の場合は、まあ、安定してるからですよね。めっちゃ、多分、プロの中でも一番、やり込んでるって、孫さんの動画見たんですけど、そう言ってたし、確かに時間が出るんですよ。何時間練習してるとか。で、確かにぶっちぎりで練習してるんで、こりゃやり込みと努力の結果が出てるんだなって自分は純粋に感じました。苦笑しましたもんね、それ見て。それを知ってるもんだから、なおさら、これ勝ったらガチ君な、仮に勝ったとしてもガチ君や、むちゃくちゃやなと思って、他の一応、仮にそれに勝ったとしても、次来そうなのが、すごい連中が、この第8プルには入っててですね、TS さん、豪気で強い TS さん、あとは、世界大会、まあ、エボジャパンとかでも2位に入ってたり、まあ、今、合ってる、なんだろう、SF でやったっけ、あれでも、大将になってるかけるさんとかですよ。お前さ、あれが残っても地獄しかねえやんと思って、仮にスーパー奇跡があって勝っても、これなんで、さすがに2回は奇跡危険やろうと思ってるんで、ちょっと苦笑してましたね。まあ、そんな地獄のトーナメントが幕を閉じたんですけど、まあ、笑いましたね。まあ、案の定、結果蓋開けてみれば、8プールは、ガチ君とかけるさんが、まあやっぱ残ってたんで、そりゃそうだよねと思って、まあ実績からまあ考えるとそうなるわなと。まあそんな感じですね。まあ、いろいろと楽しかったです。そういうのも含めて。まあ、ちょっとやってみたかったですけどね、ガチ君。負けでもいいんで。負けでもいいとか言いしたら、ゲーマーじゃないです。やってみたかったですね。まあでも、まあ、詰めれば、まあ、1800いけるかもしれんなっていうのが自分の、まあ、1700の人には、まあ、今さっきの戦いも含めて、勝ててるんで、安定して勝てるようになって、そう、コンボとかの選択もミスらないような練習をちゃんとして、連動を積んでいけば、まあ、1800はいけるかなとは考えているんで、1800までは、
リズムでいけたら、いけるよっていうふうには、周りの人も言ってるからですね。そんなこんなで、そんな感じでしたね。なので、自分は、反省点と今後の課題については、今一旦、ちょっと説明させていただいたんですけど、大会に勝つために、その実績という意味も含めて 1800MR は必要と感じました。なので、今後の課題としては、JP も含め、JP、豪輝、ベガの3キャラを、連度上げつ、ランク曲げで上げていく。最低で1600で、1700かな。できれば1800上げていいなっていうのが、自分の感想ですね。で、あとは、2つ目は、今みたいな感じで CPT とかエボとかに、大会、オンオフ含めて大会慣れしていく。自分はやっぱ場慣れしてないから、エボの時も感じたんですけど、コントローラーを結局、そのゲーセンみたいに使うわけではなく、自分のコントローラーを結局メンテしながら戦っていかないといけない。そう。自分のことは当然自分でしていくという当たり前のことを当たり前にできないと大会で勝てないんですよ。なので、やっぱ時戸選手とかは、ヒットボックスとか、自分専用のヒットボックスとか、ここら辺はゴルフの、ドライバーとかと似てるなと思いました。自分に合ったものを使って、それも含めて連打上げていく。だから、プロプレイヤーは、それが、コントローラーだったり、メナとかはコントローラーなんですよね。で、コントローラーにしている理由は、パリーボタンとかインパクトボタンも含めて、すぐ押せるんですよ。早いです。やっぱり、レバーと違って早いんですよ。自分は、それでちょっと、最初、コントローラーに変えようとしたんですけど、コマンドがうまくいかなくて、ちょっとしかも指つりそうになるんですよ。で、防御面は間違いなくパリーとかジャスパしやすいんですよ。見てから結構取れるんですよ。だから、それも含めてちょっと考えていってもいいかなと考えてます。ガイルを自分がガイルも強いから、最初はガイルもメインキャラとして上げていくことも考えたんですけど、ガイルはヒットボじゃないとダメなんですよね。っていうのは、ため時間っていうものがどうしてもいってしまうんで、ガードも含めて、もう人を必須かなって考えてるんですよね。勝つためには人も必須で、全力でやっていくのが当たり前と思ってるんで、それで、ガイルは、今自分はレバー選択してるんで、レバーとコントローラーを選択してるんで、これも、もしかしたら今後買うかもしれないけど、そこら辺も含めて、今はないなって思う。人も買ったら多分ガイルが選択肢に入るかもしれないですね。はい。いろんな課題とか選択肢を含めて、いろいろと、鍛え上げていこうかなと。で、あと、オブの方でも、先月はちょっといろいろあっていけなかったんで、オフの方でもちょっと頑張っていきたいかな。結論として、いろいろ動いていこうかなと感じています。これは、今、CPT とか大きな大会の話をさせていただいているんですけど、それとはまたゲームとはまた格ゲーとは別として、絵とか小説とかも、書いてたりとか、いろんなアクションをかけないと、やっぱり次のステップには進めないので、そこら辺も含めてやっていこうかなと思ってますね。で、早速有言実行ということで、ポストで、X のポストで流れてきた第3回も、CPT の、内容が流れてたんで、終わったと同時に、この大会終わった同時にポンって流れてたんで、自分は、手続きを完了してました。それがこの画像に。はい。ということで手続きは無事自分は終わってます。やる気満々です。今度は10月6日にあるらしいんで、
10月6日に自分は割と仕事スケジュール自分で調整できるんで、その通りやればいいんで、変更がなければそのまま参加可能ということで、もう、ゼロ回線の突破仕方は大体分かったし、ルールも CPT のルールも大体分かってきたんで、そういった心構えとかも違ってくるんで、安心してできるかなとか思ってます。これが経験則ってやつですね。はい、ということで、第2回 CPT の説明を終わらせていただきたいと思います。で、この動画を見ているストリートファイター6プレイヤーの皆さんもよかったら、こういったCPT とかの参加をしてみてはどうでしょうか。はい。やっぱ大会で勝つっていうのはやっぱ楽しみですね。はい。やるやらないはもうそこは選択肢はもう当然プレイヤーの皆さんになるんでお任せしますけど、参加するとやっぱり楽しみですね。はい。ということで、指名させていただきたいと思います。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。